ハウスの新作、友達と一緒に歩いて謎を解く協力アドベンチャー。その名もBig Walk。話題のやつね。今回はこの話題のゲームを2人プレイする際に気をつけた方がいいことを4点紹介するのだ。とりあえず2人で始めればいいや。手乗りで入るとちょっと困っちゃったりするからね。本編に入る前に一つ、ビッグウォークは一人称視点のゲームなの。つまり画面酔いにご注意。それを差し引いても面白いゲームってことは間違いないから、ぜひ今から紹介する気をつけてほしい点を参考にしてもらえたら嬉しいな。じゃあここから2人プレイで気をつけたいポイントを紹介していくわよ。本編スタートなのだ。ビッグウォークはセッションを始めるとき、2人用、3人用、4人以上用って世界の設定を選ぶの。この時に2人プレイを選んでね。これただの目安じゃないのだ。違うんだな。一部の仕掛けはこの設定に合わせて必要な人数そのものが変わるんだ。だから2人で遊ぶならちゃんと2人用を選んでね。2つ目はセーブについてなのだ。ビッグウォークはホストが発行する参加コードで合流する仕組みなんだけど、ここで大事なのが進行状況はホストのセーブデータにしか記録されないってこと。じゃあ続きから遊びたいときは前回と同じ人がホストにならないとそれまでの進行状況を引き継げないの。ってことは2人プレイならホストをやる人を最初に決めておいた方がいいってことなのだ。そういうこと。あと通信環境が安定してる人にホストを任せるのがおすすめだよ。3つ目。これが一番ビッグウォークらしい仕様なんだけど、ビッグウォークのボイスチャットは近接ボイスになってて、プレイヤーとの距離や壁の有無で声の聞こえ方が変わる設計なの。だから近くで移動しているときは問題ないんだけど、謎解きをする際に離れたところに行かなきゃいけないとか、そういうパターンも出てきたりするわけよ。それだとお話できないのだ。だから2人の意思疎通を取ることを常に頭に置いた上で連絡手段を確保しておくのが思った以上に大切なのよ。迷子になったらここに集まるとかあらかじめ決めておくのもいいかもしれないし、手に入るアイテムもおしゃべりが確保できそうなものを優先して持っていくのがいいかもね。歩いて話すってのが醍醐味のゲームだからね。最後、パズル設計の話。ビッグウォークのパズルは参加人数に応じて仕掛けが増えるんだけど、これは最大4人までしかスケールしないの。ということは2人プレイだと大人数プレイみたいに役割が余ることが少なくて、2人ともほぼ常にどれかのギミックを担当することになるよ。逆に言うと密度の濃い協力プレイが楽しみやすいわけだ。大人数のカオスな楽しさもあるけど、2人ならじっくり連携を楽しめるってことなのだ。ただその分すぐに両手が塞がるアイテムを持つ場面が多くて、片方が手を離せないと次の行動に移れないなんてこともよくあるの。だから2人プレイでは大人数の時よりも進行はゆっくりめになりやすいのは覚えておいた方がいいのかも。急いでるつもりでも実はそんなにサクサク進まないってことなのだ。そうそう。ここでイライラしちゃう人もいるかもしれないけど、それもビッグウォークのペースだと思ってじっくり付き合うくらいの気持ちで遊ぶのがおすすめだよ。ここでちょっと実際に2人で遊んでみた感想も話しておくのだ。開発チームが動画でこのゲームの目的を Talking and walking。このように話してるんだよね。話すことと歩くこと。これが大きな目的なわけ。で確かに最初のうちは島を歩き回ってるだけで結構楽しい。景色を見ながらあっちに何かあるんだろうとか言い合ってるだけで盛り上がるし。ギミック解くためにああでもないこうでもない。話してるのは面白いんだ。だからゲームの大きなテーマであるトークは楽しんで遊べた。でも正直に言うとだんだん歩くこと自体がしんどくなってくるのだ。そうなんだよね。歩くのが目的のゲームだからそら歩くだろってツッコミ入るけど、最初は新鮮だった移動もただのお使い作業みたいに感じてくる瞬間があったりして、
景色もそんなに大きく変わるわけじゃないのだ。のんびり楽しむを主眼に置けば、この辺りのしんどさもそこまで感じないのかもしれないね。本当によく歩くから心しておくのだ。最後までクリアした方がいたら、ぜひ他の皆さんの感想などコメントしてもらえたら嬉しいな。というわけで今日はビッグウォークを2人プレイするときに気をつけたいことを紹介したのだ。まとめると、セッション設定は2人用を選ぶ。ホストは固定しておく。ゲーム内の連絡手段を確保する。ゆっくり進むと割り切る。この4つね。あと2人プレイに限らないけど、画面酔いしやすい人も要注意なのだ。三半規管が弱い人だと、いわゆる 3D 酔いを起こしやすいタイプの視点なのよ。特に協力プレイだと長時間ぶっ通しで歩き回ることも多いから、酔いやすい自覚がある人は買う前によく考えた方がいいわね。休憩を挟みながら遊ぶとか、対策も考えておくといいのだ。そうね。残念ながら我々ソイビーンズの中の人は、休憩挟んでもダメなタイプだった。実況者として残念すぎるのだ。三人称のゲームなのかなって勘違いしちゃったのだった。そんな実況者が命を削って遊んだゲームなのだ。ぜひ参考になれば嬉しいのだ。2人でも十分楽しめるビッグウォーク。気になった人はぜひフレンドを誘って遊んでみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。またね。